はい、どうもしんじです。今日はゴンザロですね。新しい、遠隔指揮官について解説をしていきたいと思います。ちょっと今、風邪をひいておりまして、お聞き苦しいところがあったらすみません。あんまり喉の調子が良くないです。普段と違ってまったりちょっと解説していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい。ということで、ゴンザロでコルドバですね。はい。ということで、遠隔指揮官ですね。もう出てこないのかななんて思ったりした時もあったんですけども、ちゃんと第2世代ですね。出てきました。マルグレーテとバーブルのペアリングの次の世代になります。なかなか遠隔使ってる人少ないですよね。なので、遠隔線の方とか複数部隊運用できる方向けなのかなというふうに思ってます。はい。では、中身を見ていきましょう。その前にですね、今 KVK が終わりまして、次の KVK に対して今、王国の中で準備をしてます。で、今回ですね、すごくイン時間が長かった幹部さんが引退してしまったのがありまして、本当に睡眠時間の1時間半、すごいショートスリーパーなんですけど、以外はずっとインできるような方だったんですけれども、ちょっとお子さんが生まれるのを機にですね、引退されてしまったので、代わりの幹部さんを募集しております。王国運営ですね、してみたいっていう方いらっしゃると思いますので、幹部になってみたい方とかですね、自分の思う王国運営をしてみたいっていうですね、方、未経験でも結構ですし、幹部経験があればですね、より嬉しいんですけど、一緒にですね、王国運営したい方の移民を特に今回、受け入れたいと思っております。次の KVK 登録予定日は2月19日ということであんまり日がないんですけれども、それまでにご相談をいただけたらと思っております。前回の KVK ですね、ちょっとあまりにも強い王国がですね入ってきてましたので、協議の上最初から戦闘しないという方針になりました。KVK が面白くなるペアリングをその一番強いところに提案したんですけど、確実に勝ちたいということで、かつ望みが薄いですね、マッチングになってしまったので、他の味方陣営と話をして、戦争しないということになりました。その分ですね、次の戦争に対しての資源っていうのがめちゃくちゃ溜まっておりますので、移民された方への資源提供なんかも十分できるかなと思います。はい、シード C に今なってますけど非常にですね、強いメンバーが揃っておりますので、またオシリスリーグもまた今度始まると思います。一緒にですね、楽しくできるメンバーが来ていただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。はい。ということでですね、はい、指揮官解説に戻っていきたいと思います。今回のですね、指揮官の性能は、範囲攻撃の銃撃スキル持ちということで、いよいよ遠隔でも範囲攻撃出ましたね。はい。遠隔版の YSG とか、範囲攻撃ができるバーブルみたいなですね、性能になってるかなと思ってます。で、添付に関しては、工学ですね。と共通で攻撃の添付になってます。はい。では、アクティブスキルを見ていきたいと思います。今回からですね、ちょっと王国のメンバーからですね、YouTube について相談してたところ、海外勢も視聴者さんとして取り込んだ方がいいんじゃないかっていうアドバイスをいただきまして、そんな簡単に取り込めるとは思ってないんですけど、若干英語表記を入れてみました。はい。日本人の方には見づらいのかもしれないんですけど、なかなかね、日本人のユーザーさんは、ある程度決まっている部分があるので、ちょっと海外さん向けにもですね、発信をしていきたいかなと思っておりますので、よろしくお願いします。まずアクティブスキルなんですけれども、ですね、
怒りは1000ですね。で、発動するということで、レンジドスマイトダメージということなので、遠隔の銃撃ダメージのアクティブスキルになっております。で、ダメージ係数は2400ですね。で、最大3体のですね、敵にダメージを与えることができます。はい。で、しかもですね、見ていただきたいのが、この、敵の近くの部隊にダメージを与えるという形になってまして、これ、画像を見ていただくと円形なんですね。なので、遠隔攻撃で攻撃している敵のその近くで円形で3体までですね、当たるっていう結構すごい範囲が広いですね、アクティブスキルになっているのかなと思います。この点がですね、YSG みたいな円形ダメージという形になるかなと思います。で、さらにですね、注意点としては、何でしょう。敵が近くにいないとですね、この2400っていうダメージが1250%半分になるよっていう制限があります。どの遠隔の指揮官のアクティブスキルも一緒なんですけども、やっぱり一方的にアクティブスキルでですね、攻撃できるとかなり、有利になってしまうので、遠くにいて相手がアクティブスキルを打てないような状況だと半分の1200、それでもですね、円形で当たればかなり大きいかなというところですね。で、近づいてきてですね、対マンでお互い殴ってるような状況になれば、ちゃんと2400ダメージが入るっていう形になります。はい。で、このアクティブスキルのバトルスコアですね。まず、遠距離で単体の場合ですね、1200。で、近距離になっている場合は2400ですね。で、さらに、複数部隊これ当たりますので、3部隊にですね、近距離で当たった場合は6120というようなダメージ、というか、戦闘力スコア、バトルスコアになります。はい。で、続いてパッシブスキルの1つ目ですね。こちらは、工場部隊ですね。は、攻撃力が 20% 上昇しますよ。で、15% 行軍速度が上がりますよっていう、スタンダードなスキルですね。あとは、レンジモードですので、遠隔形態ですね。遠隔形態になっているときに、10% ですね。レンジドスマイトダメージですので、遠隔の銃撃ダメージが 10% 上がりますよっていうスキルになっております。はい。これはですね、バトルスコア1200になります。はい。で、続いてパッシブスキルの2番ですね。これちょっと難しいスキルなんですけど、まず、工場兵器の場合は、防御力が 10% ですね。さっき攻撃力に 10% だったので、防御力も 10% 上がりますよっていうのがあります。で、あとですね、この部隊がアクティブスキルを使った時ですね、50% の確率で、ビジラントっていうエフェクトをゲットしますと。で、この効果は2スタックまで溜まりますよっていうスキルになっております。自分に対するスタック効果になりますね。なんか警戒心みたいな意味みたいなんですけど、警戒心のスタックを2スタックまで貯められますよと。で、アクティブスキルを打った時に 50% の確率で1個貯まりますよなんで、おそらく副将のアクティブスキルでも貯まると考えると、1回のですね、スキルの回転の中で、だいたい1回ぐらいはスタックするのかなっていう確率かなと思います。はい。で、これが、1スタック8秒延長されるんですけども、スタックを新たにゲットすれば、この8秒は延々というか継続していくっていう形の、他のスタックの効果と一緒になってますので、大体このスタックは2でですね、継続していくのかなと思います。で、このスタックがあるときにですね、通常攻撃ダメージ、ベーシックアタックなんで、通常攻撃を受けたときに、このスタックを1個消費しまして、レンジドスマイトダメージなんで、遠隔の銃撃ダメージを200与えると。はい。で、さらに、ディザームですね。これが、相手のですね、
通常攻撃ダメージを1回、禁止するっていうような効果になります。まあ、沈黙の通常攻撃版みたいな形ですね。っていうことになりますので、まあ、相手に200ダメージを与えて、相手の通常攻撃ダメージを一旦封じるというような効果になるかなと思います。はい。ただですね、注意点としてはこれ、ベーシックアタック、通常攻撃を受けた時なので、おそらく近接で殴られている時しか発動しないと思われます。なので、遠隔攻撃でこっちが一方的に殴っている時にはこれ発動しないんじゃないかなと思いますので、その場合ですね、400で、まあ、近距離でですね、戦っている場合は、この括弧内の1000のバトルスコアというふうに見ております。はい。で、3つ目のですね、パッシブスキルになります。This Commander's Troop takes ごめんなさい 20% のレスレンジドカウンターアタックダメージですので、反撃のダメージを 20% 減少させますというものになります。であとですね、これもベーシックアタック通常攻撃ダメージを受けたときですね、10% の確率で、40% ですね、レンジドノーマルダメージですので、遠隔通常攻撃ダメージが 40%3 秒間増えますというようなスキルになっております。でこれも注意点としては、通常攻撃を受けた時なので、おそらく遠隔で攻撃している時はダメで、敵からですね近づかれて、通常攻撃ダメージを受けている時しか発動しないと思いますので、遠隔で殴っている場合はこの上のですね、反撃ダメージの減少だけということで400、近くで戦っている場合は1034ですねのバトルスコアになるかなと思っております。はい。で、最後ですね、覚醒スキルなんですけれども、この部隊がレンジドノーマルダメージですので、遠隔の通常ダメージ、15% 上昇するですね。で、また、今のターゲットですね。この部隊のターゲットの、部隊が、not within ミリレンジなんで、近距離じゃない時ですね。自分の近接攻撃範囲内にいる時以外の場合は、20% 遠隔銃撃ダメージが上昇すると。で、近くに敵部隊がいる場合は、30% ですね、反撃ダメージが上昇するというようなスキルになってます。はい。ということで、遠隔でですね、一方的にこっちが殴ってる場合は2000ですね。で、敵が近くにいる場合は1800という形になります。この2000というのはこの上側ですね。遠隔銃撃ダメージが上昇している状態。で、下側が、反撃ダメージが上昇している場合で、近接攻撃の時という形になります。近接の方が若干下がるっていう珍しいパターンなんですけど、とはいえ、近接戦闘ということは複数部隊に囲まれているケースが多いかなと思います。で、そうするとですね、反撃ダメージって何体かに、当たっていきますので、複数部隊囲まれたりしてですね、攻撃されるケースでは、もう少しスコアですね、実質的には良くなるので、こっちの方が強いかなと思いますということですね。はい。でも覚醒スキルでですね、こんなに上がるのって結構珍しくてですね、覚醒推奨の指揮官になってくるのかなと思います。はい。で、バトルスコアを合計したのがこちらになります。まず1つ目のアクティブスキルとですね、パッシブスキル1が強いですので、ここをですね、しっかり取っていきたいかなと思います。で3つ目、4つ目はそんなに強くないですので、あとは覚醒のですね、2000はしっかり取っていきたいかなと思います。はい。で合計すると、自分が遠隔攻撃をしている、遠距離から攻撃している場合は5200ですね。で、敵が近づいてきている場合は7434。
で、範囲攻撃ですね。3部隊までアクティブスキル当たりますので、当たってる場合は、近接で最大で11,154という形になっております。はい。で、他のですね、遠隔指揮官との比較なんですけれども、まずこれバーブルですね。バーブルは、単体指揮官に対して、遠距離攻撃だと6486強いんですよね。結構、実は。で、近くに来てたら7886ということで、これはですね、ネフスキばりの強さになりますということで、実はですね、アップデートの時に、すごい、情報修正されておりまして、この指揮官が出た時よりもめっちゃ強くなってます。相当強くなってます。なので、バーブル使いたいなーってこっそり思っていたんですけれども、相方のこのマルグレーテを見ていただきますと、ちょっと弱いんですね。これでも多分情報修正されたんですけど、まあ、なんでしょう。入手しやすい指揮官ということもあって、遠隔で3780。近接された時に5550ということで、ちょっと物足りなかったんですね。だからバーブルが強いんだけども、相方がいないみたいな状態だったんですね。ただ、まあ、それと比べて、単体だとそんなに変わらないんですけど、まあ、複数に攻撃することによって、結構強い遠隔の指揮官が出てきたかなという感じになります。はい。で、育成についてはですね、遠隔を育てたいっていう人が、まあ本当に複数部隊運用できる方向けかなと思っております。添付については攻撃と遠隔を光学を上げていく形になるのかなと思います。で、運用としては、まあ簡単に使いたいならこの1番、2番ですね。取って5511。で、ちゃんと使いたいなら覚醒っていう形になるかなと思います。で、ペアリングに関しては、ゴンザローですね。と、もう一人新しい新指揮官で、ガジャ、まだですね。で、指揮官がいますので、今日解説はしてないんですけれども、この指揮官とのペアリングが、おそらく、まあ、運営がですね、お勧めしているペアリングになります。ガジャマダもですね、銃撃指揮官になりますので、そこの相性はいいと思います。で、あとは、ゴンザロ、バーブルも十分強いのかなと思いますね。で、バーブルはアクティブスキルなので、まあ、銃撃を活かすんだったらゴンザロを前にして、添付は攻撃の添付を使った方がいいかなと思います。はい。ですね。で、ゴンザロ、マルグレーテも、まあ、相方がいなければですね、使えるかなというペアリングになるかなと思います。はい。で、最後、強みの部分ですね。一方的な円形範囲ダメ文字ということでですね、もうこっそり殴れるならトレードめちゃめちゃいいと思います。トレード有利だと思いますね。しかもまあ遠隔自動でも攻撃してくれるんですけど、弱い敵を見つけて攻撃すれば、その周りにアクティブスキルを当てられるっていうちょっと鬼畜的な仕様なので、まあ、トレードはかなり有利なのかなと思います。なんでしょう。相手を追いかけることができないっていうデメリットはあるんですけど、遠距離から攻撃できてですね、なんでしょう。黄色とか弱くなって殴られるっていうリスクも低いので、トレードでは有利にしやすいかなと思います。はい。あとは範囲スキルなんで、まあ、集団性に強いですし、銃撃スキルっていうのもですね、なんでしょう、スキルダメージを下げる効果を持っている指揮官は結構いるんですけど、まだ銃撃ダメージを下げる指揮官っていうのはそんなにいないので、アクティブスキル系の指揮官よりはですね、スキルダメージが通りやすいかなと思います。はい。で、弱みとしては、小規模戦に使いづらいということで、まあ遠隔ですね、戦いが起きてないと使いづらいというところがありますということと、一番大きいのはですね、遠隔を育てようと思うと装備ですね。あと軍機。そしてモアイを遠隔に割く余裕があるのかっていうところが一番ネックになってくると思います。このあたりですね、クリアできそうな方については、
試しに作ってみてもいいんじゃないでしょうか。一応ですね、今回2部体目が出てきたっていうことで、戦場で見る機会もちょっとずつ増えるのかなと思ってます。結構遠隔指揮官がいっぱいいたら嫌だなとは思うんですけど、どうなっていくかというのもですね、要注目かなと思っております。はい。ということでですね、新しい遠隔指揮官を紹介させていただきました。ぜひ次回の動画もですね、楽しみにしていただければと思います。以上。